を練習する中で大切にしていることはありますか？私が大事にしていることは、これは、私がアイルランドのキャンプ受けに行った時に、レジェンドみたいなダンサーの人が言ってた言葉ですごい刺さった言葉なんですけど、その人はもう65歳ぐらいで、もうダンサーとしてすごい活躍されて、でもまだ今でもジャッジしたりとかクラスされたりとかしてるような方なんですけど、その人が俺はいつでもダンスを始めてくれた16歳の俺に感謝してるって言ってて、その人が今こうやって成功されたのも、今こうやってアイルランドで暮らしできてんのも、全てはあの時の自分がダンス始めてくれたからこそやと。あの時自分がダンス始めてなかったら今の自分は絶対おらんからこそ、俺はいつもその時の自分に感謝してるって言ってて、すげーと思って、私自分もなんか今の自分の人生振り返った時に、嬉しい思いしたことも悔しい思いしたことも泣いたこともイライラしたことも全部ダンス関連なんですよ。ってなった時に、ダンスやってなかったら自分の人生どうなってたのなってめっちゃ思うんですよ。やからこそダンスやり始めた時のあの初心を絶対忘れたらあかんなって思いますね。自分の人生がどんどんレベルアップしてきて、当時感謝できてたことに対してちょっとおろそかにはなってると思うんですよ。例えばまずダンススタジオがあること、ダンススタジオに先生がいることとか、踊る時に履ける靴がある、光が入る目がある、動かせる手がある、全部当たり前になってると思うんですけど、全然当たり前じゃないし、だからこそ自分の体にもダンス始めてくれた自分にも感謝を絶対忘れたらあかんなと思いますし、さっきも言いましたけど、なんか地位や名誉やどんだけ稼いでるかとか経歴とかでマウント取り合う時代じゃないですか、今って。ダンスシーンなんか特に。やけど自分は正直そういう話には入りたくないと思ってて、なんでかっていうと、そういうのでマウントつける人はもう私は違う人種やなって思うんですよ。なぜかっていうと、私はほんまに最近また思ったんですけど、自分はほんまにダンスバカで、多分ダンスめっちゃ好きなんですよ。自分が踊るのも好きやし、誰かが踊ってんの見るのも好きやし、どっかに足運んで知らん人とダンスしてコミュニケーション取んのも大好きやし、なんかそのためなら全然何も惜しまずできるって言い切れるぐらいダンスが好きな気持ちだけでここまでやってきたんですよ。例えばこっちやったらめっちゃお金もらえます。でもちょっとしんどい。こっちはお金全然もらわれへんけど、なんなら自分が払わなあかんけどめっちゃワクワクするってなった時に、絶対自分はいつでもワクワクする道を選んできたんですよ、ここまで。どんだけリスクがあったとしても。だから私がさっきお話しした65歳のダンサーの人は、もともと私アイルランドまでキャンプ受けに行くつもりとかでもなかったんですね。でもなんかその時コンテストのために自分で作品作ってる時期やって、なんか自分的にスランプ入ってて、自分のダンスが自分の思うようにいってないなっていう時期やって、このまま本番迎えても絶対に自分の100出されへんなって思った時に、キャンプの情報見つけて、あ、これ行こうって思ったんですね。だから4日前ぐらいにレジスターしてフライト取って行って受けて、結局そこでMVP みたいなのに選んでもらって、次の年は無料で行けるっていうチケットをもらえたんですけど、ありがとうございます。なんですけど、で、だからそこのキャンプに参加したからこそスカラシップももらえたし、そのレジェンド級のダンサーの人の言葉も聞けて、いや初心って絶対忘れたらあかんな、コンテスト出すために集まってくれたみんながおんのも当たり前じゃないし、この作品を出展できる権利をもらえてんのも当たり前じゃないし、ステージがあんのも全部当たり前じゃないなって気づかせてくれたから、マジで行ってよかったなって思うんですよ。だからそれもとりあえずアイルランド行って受けて、うわー楽しかったと思って、後々考えたらもういろいろかかってました。はい。時間もね33時間フライトとかやったんでえぐいんですけど、でもそれよりも
自分は自分の目で見たりとか、自分の心で感じたこととかのためなら何でも、どんな犠牲があったとしても耐えれるんですよね。だから私がダンスやっていく上でずっと大切にしてることは、まず初心を忘れないこと。感謝を忘れずにダンスすることと、ワクワクする道に進んでいくこと。曲がったことは嫌いなんで、自分が、これお天道様に胸張って言われへんなっていうことはしない。あとは自分のかっこいいと思うことをやり続ける。正直、バズるためなら何でもできる時代じゃないですか。でも自分は絶対にプライドは捨てたくないし、自分がかっこいいと思うことだけを信じてやっていきたいので、自分のスタイルを信じること。あとは、大谷翔平選手の言葉で、憧れてる人はいません。憧れてしまったら超えられないからっていう言葉があるんですよ。自分はその言葉めっちゃ大事やなと思ってて、それこそさっきもお話ししたんですけど、昔からすごいリスペクトするダンサーさんとか、もう大好きで追いかけたいなと思う人とかいっぱいいたけど、だからといってその人たちを目標にしてしまうと、もうそこ以上超えられないと思うんですよ。そこがゴールやから。かな。すごいね。自分もそこまでいける可能性はあるっていうのをずっと信じてやってますね。最初の方に話したんですけど、もうこのかっこいいの基準が異常に固まってしまってるこの息苦しい日本という日本のダンスシーンの中で、自分のスタイルに誇りを持って自分の価値は自分で決めさせてもらうので黙っててもらっていいですかっていうスタンスでやらせてもらってますね。周りの目気にしたりするのってやっぱその人たちの期待のために頑張って生きてるみたいな感じじゃないですか。でもやっぱ自分の人生脇役には絶対に邪魔されたくないので、自分っていう存在の価値は自分が分かっとけばいいと思うんで、自分のやってきたこととか行動には誇り持ってるし、クラス来てくれてる子たちとか自分のクルーのみんなとかにちゃんと生き様で証明できるように、背中で語れるような人間になれるように心がけております。Like, is there anything else you wanna do besides dancing? 最近自分でネイル始めたんですね。なんかね、もう自分の思うような長さで、思うような形で、思うようなデザインをさせてもらえるネイルショップを見つけることが不可能なので、自分で始めてみました。今回はゴールドを基調としたロングネイルになっております。もっと上手になったら友達とかみんなにしたいなと思います。最初の方ね、全然うまくいかなくて、このネイルキットが家に届いて5日間ぐらいは夜中中毎日ネイルの練習して、やっとできた !6 時間かけてやっとできたと思ったら次の日の夜にはもう全部ないとか、やっとこんなに硬いネイルプリを作る中で大切にしていることを知りたいですと。固定概念に縛られないこと。それこそかっこいいの基準ができてるんで、こうからこういったらダサいとか、こういってこうはダサいとか、いっぱいあるじゃないですか。なんか勝手にダサいの基準が。あるけど、そういう固定概念に縛られたらみんな同じような振りしか作られへんくなってくるから、固定概念に縛られへんようにしてますね、私は。自分が、例えば、こうからのこうがいいと思ったとしたら、これをいかにかっこよく見せるためにどうしたらいいかを考えたりとか。自分がダサいと思ってやるからダサく見えるだけで、自分がマジでかっこいい、これマジかっこいいからみんなやってみてって言ったら、みんなもかっこいいんかもなーってなってくんねんって、絶対に。経験上。だから、こうなんとなく出てきたりするやん、フリースタイルから作ってたら。そういうので、いや、これダサいって思われるかなとか、そういうのが基準になってるとフリー一生出来上がらないと思うので、自分がこうやと思ったやつで一回作ってみて、自分でちょっとダサいなと思うやったら、それかっこよく見えるまで研究しまくる。あとは撮る音をめっちゃ重視してますね、私は。一回音楽聴いて、今日使いたい曲聴いて、気持ちいいとこってあるじゃないですか。私的には先に撮りたい音全部決めますね。なんとなく。決めて、そこに合わせてフリースタイルしていくって感じですかね、私は。とか、もうマジで何にも降りてこうへん時とかは、ほんまに実際やったことあるんですけど、
例えば、家着いて、家入ってきて、からの行動でダンス作ってみようとか、ドア開けて、ドア開けて、閉めて、ライトつけて、こう入って、みたいな、とかで作ったことありますよ。ダンスはね、不正解はないので、はい。いかに自信持ってできるかの方が大事だと思うんで、固定概念に縛られず、好きなように体動かしたらそれがあなたの正解だと思うんで。ピックする人の基準などいいと思う人について教えてほしいです。ピック文化もね、私あんま好きじゃないんですよね。なんか、みんなそれで選ばれたら良かったし、選ばれへんかったら今日はあかんかったって思っちゃうから、だからあんま好きじゃないんですけど、私がする基準としては、オーラかな。なんか先生にもよると思うんですよ。綺麗に踊れてる子とかがピック対象になる方もいれば、その時のバイブスが良かった子をピックされる先生がいたりとかもすると思うんですけど、私はなんかその日のオーラかな。なんかいつもみんなに言うんですけど、私は、まあ振り作ってる側やからっていうのもあるんですけど、振り作って、この曲のイメージに合わせて服着て、で、もう踊り出したら自分のその曲から想像できるその世界観に入り込んで踊ってるつもりなので、服装も中身も全部なりきって踊ってるわけですよ。私はそういう子が好きなんで、もう入り込みすぎてオーラ出まくってるみたいな子が好きなんで、ただ単に100点で踊ろうとしてる子っていうよりは、この曲に対して 100% で当たりにいってる子が私はいつも目に留まっちゃいますね。自分が一番よく見える服装っていうのをちゃんと分かってる子って目に留まりやすいですね。なんか私見てても思うんですよね、たまに。この子ビーニー被ってる時の方がオーラ出てるなとか、なんか、もっとこういう服着たら絶対この子オーラ出てくるのになっていうのめっちゃあるんで、そういうのを考えるとやっぱ服装も大事なんかなと思いますね。やから、服でも自分のアイデンティティを自己主張していった方がいいかなと思いますね。あとは音に 100% で体当たりしに行ってる子がいいと思います。私は。今60キロあるんやけどダイエットってするべきかな。ありがとうございます。今靴下自分で履ける？多分履けてたらまだいけると思う。履かれへんくなったらして。学生の頃はどんな練習をしてましたか？有名なダンサーさんはレッスン時間が遅くて受けれなくて。まあ、一旦、コロナ期間の話していいですか？コロナ期間は、まあ、それこそ、この方もそうですけど、時間遅くて受けられへんみたいな。受けられへんっていう状況じゃないですか。その時は、海外のダンサーのオンラインクラス受けたりとか、普通に載せてはる動画見て覚えて、ガレージで踊ったり、ガレージダンサーしてましたね。多分私の投稿を遡っていただけたらわかると思うんですけど、一時期ガレージでしか踊ってない時期があるんですね。でもあの時はマジで毎日2、3個覚えて、載せてないやつもめっちゃあるんで、なんかよく踊れたやつだけ載せてるだけなんで。ダンスやっていく上で環境もまあもちろん大事ですけど、やっぱ環境よりも自分がどうするか、自分の行動がめっちゃ関わってくるなと思いますね。遅い時間で受けられへんのはちょっと悔しいですけどね。やっぱりこう、ほんまに足運んで受けた時の方が、ね、もらえるエナジーとかも変わってくると思うんですけど、ほんまにどうしても時間が遅くて受けられへんってなったら、動画見て覚えたりとかはどうでしょうか。最近あった嬉しいこと、いっぱいありますよ。自分が落ち込んでる時って、次めっちゃいいこと起こるから、ここ頑張って乗り越えやっていう神様からのサインやねんなって、めっちゃ思いました。なんかやっぱり、人生ってうまいことできてるなーって、めっちゃ思いますね。まあやっぱ自分がこう落ち込んでる時とかってもうほんまに人生終わってる。もうここで終わりやって思うじゃないですか。でも、ほんまに長い目で考えた時に、あん時の辛さってここ乗り越えるためやったんかっていう時が絶対来ますね、やっぱ。てか、まず、待ってください。最近あった現場で、ほんまに素敵なダンサーさんと出会えるご縁があって、その方はニューヨークで20年ぐらい
住みながらダンスされてる方で、アメリカ映画史上初めてアジア人ダンサーとしてメインキャラに選ばれた方なんですけど、すごいダンサーさんと会えるご縁がありまして、ちょうど自分がめっちゃ落ち込んでる時に。で、その人とお話しした時に、あ、私今神様に出会ったって思ったんですよ。神様と喋れてるって思ったんですね。それぐらい、その人の言葉一つ一つにパワーがありすぎて、圧倒されて、もう今思い出すだけでもちょっと涙出てくるけど、その人が言ってたんですけど、自分の周りの人を大切にしてたら、絶対ご縁はやってくるからって言ってあって 運とかチャンスとか全て自分が大切にしなあかんこととか大切に しないとあかん人とかを大事にしてたら絶対それは入ってくるからって言ってて、自分の人生のなんていうんですかね、だって初めて会っただけやのに自分のここ中身見られてるぐらいなんか全部バレてて、的確なアドバイスをくださって、まあその人がね、いっぱい教えてくれたんですけど、今何の話してるっけ？嬉しかったことか。で、その人に会えたこともめっちゃ嬉しかったし、毎日一生懸命生きてたら、ご縁は入ってくるよって言われて、ただ一つ、勇気だけは自分からしか出ないよって言ってはって、勇気は他人からは絶対もらわれへんくって、自分の中からしか出てこへんことやから、勇気を振り絞ることだけは自分で頑張らなあかんって言われて、ふぅ確かにって思ったんですけど、ほんまにグッドバイブスオンリーでグッドバイブスオンリーで大事で、だからグッドバイブスオンリーの環境を自分で作ったんですよ。じゃあ、みるみるなんかこういろいろ入ってきて、スケジュールに。それもめっちゃおもろいのが、やっぱり、じゃあ授かるべきご縁って、全部タイミングうまいこと言ってるんですよね。絶対被れへんっていうか。そう。すごいんですよ、本当に。やっぱ余裕ある人は、心に余裕がある人は、人を認められるし、人の良さに気づけるし、かえって逆に余裕がない人って、やっぱ今の自分にあるものを周りに見せることでしか、マウント取られへんくなってくるから、見せつけまくるんですよ。なんか自分それ考えた時に、やっぱ余裕ない人ってチワワで、余裕ある人ってラブラドールレトリバーやなって思ったんですね。チワワってすごい大きい犬目の前にした時に、キャッ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 って吠えるじゃないですか。自分力弱いくせに。でもラブラドールレトリバーってなんかそれ見てもこう、言いたいだけ言いみたいな感じやん。そうなった時に自分はラブラドールレトリバーみたいな人間でおりたいなってつくづく思いました。で、ちょっと待って、もう一個だけ言いたい。その神様みたいな人に出会ったって言ってたじゃないですか。それ出会ったの鳥取県なんですね。鳥取県のお仕事の現場で出会ってて。で、別々の日に東京に帰ったんですよ。で、私は大阪じゃなくて、また東京に戻ってそっからまたお仕事があって、東京にいたんですけど、なんか、その日は急に友達に、そのお寿司に行こうと言われまして、お昼に東京でお寿司なんかめったに食べないんですけど、私もお寿司食べたい気分やったから行ったんですね。お寿司。渋谷の。ほんなら、後ろから、ニコちゃんって言われて、えっと思ったら、その私の神様やったんですよ。で、声大きいよみたいな。大阪弁だからすぐ分かったよって言われて、と思いません？鳥取ですよ、会ってたの。で、東京違う日に帰ってきて、で、何日か経ったある日に、同じ時間に渋谷のくら寿司で会うのやばくないですか？私、やっぱこの人運命なんやと思って、もう深いハグをしときました。ほんまに会いたかったから。だから、切れたらあかん縁の人ってやっぱ何回も会うんですよね。絶対人生。これから先。どっかのタイミングで。だから、もう just go and flow ですね。流れに身を任せてれば、やることはちゃんとやってほしいです。やった方がいいですけど、ほんま流れに身を任せて、大事なこと大事にして、愛と感謝を忘れずに生きてれば、いいことが巡ってきて、幸運が引き寄せられるということを感じた1ヶ月でした。もう最高！自分の人生が大好きって
言えるってほんま素敵なことですよね。感謝です。ありがとうございます。いつも皆様。皆様のおかげさまです。ほんまに。なんか最近、りえさんのスタジオの発表会があったんですけど、今年は自分のナンバーもあったし、RS 東京としてのステージもあったし、モアザエバーとしてのステージもあったし、レイナのピースのゲストとして出させてもらったりとか、なんか、去年に比べてすごい、もっと深く携わらせてもらえるようになってて、ほんまにそれこそ一緒におって楽しい人と一緒に楽しいことして、ワクワクする方に進んできて、1年経って気づいてみたら、こんなに変わってるって。この1年が私にとってどれだけでかかったんかを、今回の発表会でめっちゃ気づかせてもらったし、なんか人生っておもろってめっちゃ思いました。なんか、ほんまに東京行くことさえ嫌やったんですよ、前までは。なんでかっていうと、知り合いもおらんし、別に楽しく喋れる人もおらんし、スーツケース重いし、街の人みんな焦ってるし、ぶつかってくるし、避けてくれへんし、なんか物価高いし、もう東京なんてって思ってたんですけど、なんか今月私、ほぼほぼ2週間ぐらい東京に滞在して、いろいろこう、リハーサルして本番を迎えたんですね。で、やっと今大阪に帰ってきてるんですけど、今回の東京旅で、初めて東京ってめっちゃいいかもって思ったんですよ。なんか、東京の旅がこんだけ楽しかったことこれまでなかったから、まあそれも全てやっぱ周りの人のおかげやなって思うし、こんだけ携わらせてもらえてんのも周りの人のおかげやし、ナンバー出せたのもみんなのおかげやし、やっぱりこう大切な人を大切にしてると、グッドバイブスのエナジーがこう巡り巡っていいことがどんどん起こってくるんやなっていうのを感じた東京旅やったんですよ。だからめっちゃ今人生って素晴らしいと思うし、めっちゃ楽しいですね、毎日。グッドバイブスオンリーということで、やっとこうやって質問に答えられたりとかね、見てもらってる皆さんとコミュニケーションが取れる場を設けられてハッピーです。大好きですとか、可愛いですとか、もう助かります。ありがとうございます。ほんまに助かってます。結構悩みの質問も多くて、やっぱり、もちろん第三者の意見としてアドバイスすることはできるんですけど、多分ね、そういう質問するときって心の中で決まってるんですよ、自分的にどうしたいか。そのどうしたいかの方をプッシュしてほしいから、多分聞いたりしてるんですよ、人に。ってことは、やっぱ自分で決めた道に進むのが正しいってことやと思うんですよ。こう、未来のことをすごい不安になるのもめっちゃわかるんですよ。大事なのは今ですからね。未来のことを想像するのもめっちゃ大事なんですけど、私的には、ちゃんと目標1個立ってるんやったら、ダンサーになりたいとか、こういう仕事したいとか、いろいろあると思うんですけど、決まってるんやったらもうそのために、今はもう一生懸命やるしかないと思うんですよ。10代後半から20代とかって、もう一番人生で頑張れる時期じゃないですか。がむしゃらに。で、一番失敗していい時期やし、なんかその安全圏ばっか狙って、中途半端にこう、誰かが行った道こうついて、ぴょこぴょこついていくような人生もったいないですよね。自分がしたいと思ったその気持ちはめっちゃ大事にしてほしいと思うし、何にでも犠牲はついてくるんですよ。だから、このためなら犠牲にできると思ったことはどんどんチャレンジしていったらいいと思います。大人になればなるほどね、ここだけの話ね。大人になればなるほど自分の考えが正しいって思っちゃって、他の人の意見取り入れられへんくって、こういう視野で生きてる大人の人ってすっごい多いんですよ。やからこそ若い脳みそがまだやわやわなうちにいろんなこと経験して、いろんな人と出会って、言語違う人とかな、住んでるところが違う人とか、未知の世界の人と出会って喋ったり、考えを交換したり、コミュニケーション取ったりすることってめっちゃくちゃ大事だと思うんですよ。未来のことで悩んでるみんなへ、日本のダンスシーンはちょっと生きづらいっていう時もあると思うんですよ。他人
人から睨まれへんためにダンスやってるんですか？他人に褒めてもらいたいから投稿するんですか？仕事を他人に自慢したいから仕事するんですか？誰の期待に応えようとしてるんですか？っていうのをもう一度考えてみてください。自分の人生自分が主役。脇役にはセンター立たせへんでっていうぐらいの気持ちでやってみてください。自分の価値は自分で決める。誇りを持ってる自分の人生を描き上げてください。もう自分がめちゃくちゃ悩むタイプの人間やからこそ、やっぱいろいろ思うこともあるんで、今日の動画でシェアできたんで、皆さんよかったら参考にするというか、まあマインドセットですね。要はダンサーもそうですし、人間としてもそうですけど、自分のマインドセット次第で思考が変わって行動が変わるんで、マインドセットから見直してみてください。こうやって落ち込んでる時期は、次こうやって跳ね上がるためのトランポリンやと思ってください。次絶対にもっと素敵なことが起こるサインです。ハンドバーです。好きなことして好きなもん食べて。はい。皆さん質問たくさんありがとうございました。今日は少しピンクの帽子で、可愛い感じで、すごいみんなに会いたいと思っております。特に韓国の皆さん、Miss you guys。いつもね、住んでる場所は違うのに応援してくださってありがとうございます。ほんまカムサムニダ。ほんまにカムサムニダです。ちんちゃカムサムニダ。はい。日本でダンス頑張ってるみんなも、この動画を見て、明日からまた、ちょっと頑張ってみようかなって思ってくれたら嬉しいですね。ね、やっぱね。もういつも喋ってるって感じですね。じゃあ今日はありがとうございました。Have a good night. 素敵な12月を。バイビー。